勝手気ままな裏レビュー。イエーイ。さあ今日はですね、6月12日 E3 中に発表された去る情報についてのお話です。この度コナミより PC エンジンミニが発表されました。PC エンジンって後から話すんですけれど、それの、昔あったそういう PC エンジンっていうハードの、復刻版というか、コンパクトになって、さらに、いくつかのタイトルが入ってますよっていうような、ハードなんですよ、これ。それは興味深いですな。PC エンジンって知ってますか？もちろん勉強済みですよ。今、もうまさに勉強してるところの、一番、旬なところですよ。そうむずか。勉強熱心ですから。そうむずか。そうですよ。そうですね。そうなんですよ。こう促していこうと思って。促してください。はい。じゃあ簡単にね、僕の方で基礎情報だけ言わせてもらっていいですか？どうぞ。これ、1987年10月の30日発売の家庭用ゲーム機で、日本電機ホームエレクトロニクスから発売されました。で、ハドソンとの共同開発によって誕生して、周辺機器による追加ではあるものの、1988年に専用 CD-ROM ドライブ、CD-ROM を発売。で、これは世界で初めて CD-ROM をゲーム機に使用した事例だということらしいですね。さすが、プラチナゲームズの頭脳だけあって。そうですよ。詳しいですな。心得ております。しかも、本体のバリエーションが多く、そうなんだ。日本電機ホームエレクトリニクス製のものだけで12個ほどバリエーション違いが存在するらしいですね。これなんか読んでる？いや、読んでない。自分の外部記憶にアクセスしてるだけです。なるほど、そういうことね。そんなあるんですね。へそうなんですよ、これ。私もいろいろ勉強してますから。最初に白い色のね、本体が発売になってから、その後廉価版のシャトルだとか、あとまた、ちょっと、英武出力を追加したバージョンの色の黒いやつだとか、バージョンがいろいろ広がったらしいですよ。代表的なゲームとかあったりするんですか？PT が勉強した限りでは、R タイプ。R タイプ。R タイプ。当時、そのゲームセンターでも一世を風靡した、横スクロールシューティングらしいんだけど、これが家庭用に、だいぶオリジナルのアーケード版に、忠実な、移植として、発売になったのが話題をさらったらしいのでね。ゲームの、アーケードからの移植って今でもあるんですけど、よく見るんですけど、忠実にとかっていうのはあんまよくわかんないんですけど、忠実もクソもあるんですか？当時は、今ほど家庭用のゲームハードの、性能もあまり高くなかったらしいから、ハード上で、業務用のリッチなゲームをどう再現するのかっていうことに、各一色のクリエイターたちは、知恵を絞ってたらしいんですよ。で、この PC エンジンの世代になると、ハードの、性能もだいぶ上がってきて、で、R タイプをだいぶオリジナルに近い形で移植、することができたと、私の、勉強した本には書いてあったんですね。でも、当時としては、もう正しく移植されているというだけでもすごい興奮があったわけなんですね。そうらしいですね。それはまたちょっと趣深い話ですね。で、ゲームセンターだったら100円入れて遊ばなきゃいけないものが、家では遊び放題になるっていうことでね。当時のゲームキッズたちは、湧いたんじゃないですかね。確かに、それはそう思うとすごい熱い気持ちはわかりますね。確かに。ネギは PC エンジンは思い出ないの？何を隠そう。1987年といえば、ネギが誕生した年ですからね。思い出も何もないですよ。なるほど。だからちょっとここの資料にあるタイトルは、外部記憶に今アクセスして見てるタイトルはいくつか知ってるのはあるけど、結局それの続編だったりとかはしますね。ネギが知ってるのはどんなタイトル？今出たその R タイプとかは、それこそ僕が PS3 で
初めてやったりとかをしてましたね。面白いなと思いながら。なるほど。あとは、ボンバーマンとかですね。ボンバーマン94ってのがまあ PC エンジンにはあるらしいですけど、まあそれこそ、スーパーファミコンのボンバーマンとかをよくやってましたね。なるほどね。結構今でもこう、面々とこう、残ってるタイトルの、要はその元祖みたいなのが結構あったりもするんですね。こう見てると。まあ PC エンジンって、他、周りと見ると、まあ、スーパーファミコンとか、あとまあ、メガドライブとか、まあ、その辺とこう世代を同じにするハードだったみたいですね。まあ、ハードといえば、あれですよね。どのハード持ってるみたいな、そういう派閥じゃないですけど、幼心にありましたけどね。俺は、プレステを持っているとか。人類の中にはそういう醜い争いがあるっぽいのですね。そうらしいですね。まあ、でもなんかなんか俺はサタン派だみたいな。なんかいろいろありましたね。ネギは何派だったの？僕は、案外いろんなハードを買ってもらえてたので、何派とかはなく、まんべんなく遊んでましたね。もう金持ち喧嘩せずのパターンね。そうです、そうです。いいですな。金持ちじゃなかったんですけど、なんかその辺はこう不自由なく。でもなんかちょっと思うのは、それこそそれが充実する前は、やっぱ最初プレステだったのかな？プレステをずっと持ってたんですけど、もう自分の欲しいソフトはプレステでしか出てほしくない。なぜなら他のハードで出たら遊べなくなるからみたいので、それがねじくれて、いやもう PS 一択でしょみたいなことを言ってた記憶はありますね。そういう心理から来るものなのね。まあ僕の場合はなんか周り見てたりとか僕の経験からするとなんかそんな感じはありましたね。人類は面白いんですね。そうですね。なんかまあ、面白い、なんか宗教みたいな、のはありますよね。でもこの PC エンジンミニも、まあ、当時やっぱりみんな子供だった人たちは、まあそんなにたくさんゲームをね、買えなかったと思うから、まあ多分、この PC エンジンミニも、いくつかタイトルがこう収録されると思うんだけど、まあ思い出のソフトはね、それぞれの人にとっての思い出のソフトがこう、収録されれば、まあ当時思い出して楽しめるんじゃないですかね。そうですね。公式のツイッターなのかな、そのコナミさんが、思い出の PC エンジンのゲームをこう、ツイートしてくださいみたいな、ことを言ってるらしくって、多分これに、こういろいろこうアピールすれば、もしかしたらこの PC エンジンミニに収録するタイトルになんか含まれるんじゃないかなっていう感じはしますけどね。ぜひ、聞いてらっしゃる方で、興味ある方は、まあ、言ったらいいんじゃないですかね。どしどし。どしどし。ツイートしてあげてください。というわけで、まあ、割と健全なトークができたところで、今日はこれでおしまいです。今日は私のこう、勉強熱心なところの成果をこう、発揮できたんじゃないですか？すごい細かく知ってましたね。はい、よかったと思います。もう勉強熱心ですから。はい。というわけで、またねー！バイバーイ！唐突やん！バイバイ！バイバイ！またよろしく！